ちはずんだもんなのだ。こんにちは。そしてお初にお目にかかります。私、ことよみにゃと申します。以後お見知りおきよ。今回はそんなことよみにゃと一緒に遊んでいくのだ。本日はどんな世界で遊んでいくんですか？今回は現代戦モッドことミレニアムドーンで遊んでいくのだ。現代戦なのに開始年が2000年のモッドですか？確か以前に一度やってましたよね。そうなのだ。以前は日本で暴れたのだ。で今回も日本で遊んでいくよ。また日本ですか？まあまあ落ち着くのだ。今回は日本にコンテンツを追加するサブモッドジャパンオーバーホールリビステッドも入れて遊ぶのだ。お、なんかめちゃくちゃ面白そうですね。あと今回は核で暴れることなく真面目に進めていくよ。なるほど。それじゃあ早速ゲームスタートなのだ。よろしくお願いしますね。20世紀最後の10年、世界は大きく揺れ動いた。1989年にベルリンの壁が崩壊したことで東西を隔てていた鉄のカーテンが消え去り、長きにわたる冷戦が終結したのである。イデオロギーの対立と核の恐怖に怯えた時代が終わり、世界は来たる平和な21世紀へと足を踏み入れようとしていた。しかしその歓喜の裏側で極東の島国は静かに傾いている。冷戦の終結と時を同じくして日本では長年にわたって膨らみ続けたバブル経済がついに弾け、地価は崩落し株価は転落、銀行には不良債権の山が積み上がり、97年には北海道拓殖銀行、山一証券が破産廃業の道を選び、続98年には日本長期信用銀行、日本債券信用銀行が相次いで国有化される。世界が新しい夜明けに沸く中、日本だけは長い夜の入り口に立つ。後に失われた10年と呼ばれるその時代、リストラの波が押し寄せ、終身雇用、年功序列の戦後日本を支えた雇用体系は崩れ始め、サラリーマンの働き方が、家族の形が、そして人々の夢の在り方が静かにしかし確実に変わっていく。というわけで早速ゲーム開始なのだ。まずはいつも通りに国の詳細から見ていくよ。首相は小渕恵三。平成おじさんで有名ですね。そして与党は自由民主党と自由党と公明党の自治公連立です。確か昨年の1999年1月にまず自由党を連立に組み込んだ小渕第一次改造内閣が発足して、その後の10月に公明党をさらに連立に組み込んだ小渕第二次改造内閣が始まりましたね。この自治公連立で衆参両院で与党は過半数を確保できたのだ。この自治公連立の枠組み内で昨年はいろんな法案が成立しましたよね。そうなのだ。お次は国民精神。国民精神は全部で21個もあるのだ。多いですね。なので今回は重要そうなものだけを7つ紹介するのだ。1つ目はキシト天皇。日ごとの政治力と安定度にバフが入りますね。日本国の象徴として当然のバフのようなのだ。2つ目は憲法第9条。戦争正当化にかかる時間がプラス 9999% と実質戦争ができなくなりますね。国家方針で憲法9条を改正しない限りはこの状態が続くよ。3つ目はバブル崩壊。これはひどいですね。日ごとの政治力がマイナス2される上に建設速度が4割減、工場の出力も軒並み 1.5 割減ですか。何としてでもこの国難を乗り越えなければならないのだ。4つ目は共の少子高齢化と人口減少。月ごとの人口が7割減で保健支出と社会支出が2割増しですね。人口減少が経済の減速を促し、それがさらに人口の減少を促す。この問題も当面解決できそうにないです。5つ目は戦後体制。一体何をもって戦後体制を指しているのかが分かりませんが、日ごとの政治力がマイナスにされる上に政策変更にかかるコストが5倍になる。そして最後は非核三原則。核とミサイルに関する研究が実質的にできなくなるのだ。まあ核兵器を使わない今はそんなに関係ないですね。国家方針はこんな感じ。サブモッドで国家方針が大量に追加されてます。左から順に産業、政治、軍事、外交なのだ。産業系ツリーは埼玉新都心の開発から平成の大学庭なんかがありますね。そして政治系ツリーは三位一体都督から始まり、郵政省の民営化、経済都督なんかがあるのだ。軍事系ツリーはテロの脅威から始まり、防衛省の設立、憲法9条の改正、その後一連の改革が終わると積極的戦略か防衛戦略かを決められるよ。外交系ツリーは欧州やアジア、オセアニアなんかといろんな条約を結べそうな感じです。とりあえずまずは三位一体都督から始めるのだ。というわけでやること全部やったし時間を進めていくよ。早速自民党と自由党の交渉についてのイベントが来ました。介護保険制度の財源について自民党と自由党が対立しているようです。自民党は介護保険制度の財源は介護保険料のみによって、自由党は消費税も含めた財源にしたいと考えているようですよ。なるほど。
自由党の要求を拒めば連立離脱の恐れが、一方で要求を飲めば 5% からさらなる消費税増税につながる恐れがあります。橋本政権下で3から 5% に増税を実施した際に GDP、税収ともに落ち込んだことを念頭に決めてください。じゃあ今回は要求を拒否するのだ。小沢一郎は引き下がりましたが、今度は衆議院500議席のうち比例代表に配分される20議席の削減を求めてきました。まあこれは合意してもいいだろうな。とここで三位一体改革が完了。それと同時にまた自由党から要求が来ました。今度は何なのだ。今度は自由党現職議員の次の選挙における当選の保証をするように自民党に要求。つまりは各小選挙区で自民党と自由党の議員が候補になった際に、自民党側は候補者を取り下げて自由党に譲れということです。普通にそんなの認められないんだが、もういいのだ。奴らとの連立は解消だ。こうして3月には自治公連立は崩壊。しかし連立維持派は自由党から離党し、保守党を結成し連立に再加入するようです。なるほどなのだ。その後同月11日には経済財政諮問会議が発足。日本政府はバブル崩壊からの脱却を目指して急速に進んでいく。一方で翌月4月2日には小渕恵三首相が脳卒中で病院に緊急搬送され、病床に伏す小渕より後継には森喜朗が指名されるも、脳卒中により倒れた首相から本当に指名があったのか疑問が残ることとなる。また自民党幹部5人の密談協議による首相就任は世間からの強い反発を受けることとなり、後に加藤浩一による党内反乱につながる。小渕首相が倒れちゃったのだ。後継には森喜朗が就任します。赤坂プリンスホテルでの密談やらで世間からの風当たりは強いですが、まあなんとかなるでしょう。しかし森喜朗、早速政治的失言。神の国発言ですか。日本を天皇を中心としている神の国と発言して各メディアからぶった書かれたのだ。ただでさえ低い内閣支持率がさらに下がる。一方で森喜朗首相は日本の多神自由主義を推進。民営化や労働規制の緩和に向けた動きが加速しそうですね。ずんなもん先輩、森喜朗首相が衆議院を解散しました。あれさっき野党から内閣不信任が提出されたばっかだよな。はい、内閣不信任の採決前に急遽解散が行われました。投票日は23日後です。大丈夫かな。大丈夫ですよ。そう、公明党の組織票があればね。そうなの。はい、森喜朗首相は早くも再選しました。自民党は38議席減らして単独過半数を割ったものの、公明党と保守党の連立相手を含めると過半数を確保したのだ。よかったよかった。それじゃあ今度は派遣労働の規制緩和を行うのだ。製造業を含める全ての業界で派遣労働を解禁します。これで人件費の柔軟なコントロールが可能になり、景気変動に応じて雇用を調整しやすくなり、労働者側も職業選択の自由度が高まりますね。そうなのだ。まさか正社員と派遣社員で賃金格差が広がり、晩婚化、少子化、デフレにつながるなんてことはないですよね。その言い方全て知ってる言い方だろ。まあいいのだ。引き続き中央政府改革に進むのだ。第二次世界大戦後に設置された中央省庁は縦割りと非効率要請の温床に過ぎない。郵政省民営化も含めて22省庁から12省庁に再編しましょう。分かったのだ。ずんだもん先輩、大変です。自民党主流派の一人、加藤浩一が森内閣打倒に向けて動き出しています。なんで自民党の加藤が森内閣を倒そうとするのだ。少々長くなりますが、そこも含めて説明していきます。分かったのだ。もともと加藤浩一は小渕恵三の次に首相になると言われていました。国民からの評価も高く、過去に幹事長を経験したことから政策能力も十分、メディアも首相は加藤であるとの空気感がありました。しかしご存知の通り、小渕恵三の次に首相になったのは森喜朗。しかもその森は赤坂プリンスホテルでの5人組の密談により決まりました。さらに言うと、この密談から加藤は排除されており、加藤不在の状態で首相が決められました。ずんだもん先輩ならどう感じますか。そや森許すまじって感じなのだ。そうですよね。しかも首相になったそばから神の国発言などで国民からの支持は散々。極めつけは11月に入って野党が再び内閣不信任案を提出する動きを見せます。それに合わせて自民党の加藤も盟友山崎拓を引っ提げ加藤山崎連合を結成。加藤は50人規模の同調者を集めました。こうして内閣不信任が通れば森内閣は崩壊、次の首相は流れで加藤になるというわけです。なるほど。だから加藤は森内閣打倒に回ったのか。まあ史実だと色々あって加藤の案は失敗しましたが、ずんだもん先輩、この世界の加藤の案はどうなりそうですか。加藤浩一は根回しに成功したのだ。加藤浩一とその同調者が内閣不信任案に賛成したことにより不信任は可決された。内閣支持率が2割を下回る森喜朗は政権交代と党内の反発を恐れて衆議院解散ではなく辞職を選択。
こうして第87代首相に加藤浩一が就任する。自民党に反旗を翻した反乱者が首相となる異例の事態に党内での反発が見込まれる一方、世論人気は森よりはるかに高く、彼の政策に対する期待が高まっていく。というわけで加藤浩一が首相になったのだ。素晴らしいですね。と言いたいところですが、加藤首相就任の裏では旧石器捏造事件と呼ばれる大事件が発生。これは元来日本列島に人類が移住してきたのが3万8000から1万6000年前の古旧石器時代と言われていたのを、ミスター・ゴッドハンドの手により前旧石器時代、だいたい60万年前の石器を発掘。これにより60万年前の前旧石器時代から日本列島に人類がいたと証明してみせたんですね。めっちゃすごいのだ。まあ全部ゴッドハンドによる捏造であることを除けばすごいことです。今なんと？まあ旧石器捏造事件はこの程度にしておいて21世紀に入ったことですし、いい加減加藤内閣の政策に移っていきましょう。そうだな。加藤内閣はどんな政策を行っていくんですか？加藤内閣はまず郵政省の民営化計画の凍結を発表。中曽根政権下の NTT、JT、JR で民営化計画はすでに完了しているのだ。これ以上の民営化は不要。まあ民営化により蔡さんの地方郵便局が閉鎖される地方切り捨てが起こる可能性もありますからね。そうなのだ。だからもう計画凍結なのだ。そして民営化計画の凍結が完了したら今度は内閣人事局の設立を行うよ。これで内閣が各省庁の官僚の人事権を握れますね。内閣の意向に沿う官僚を揃えられるようになることで政策が実行しやすくなるのだ。その後の2001年7月には第19回参議院選挙が実施。21世紀初の国政選挙は与党だけで参議院の過半数を確保する対象だったよ。素晴らしいです。ずんだもん先輩大変です。アメリカの東海岸で大規模なテロ攻撃が起こりました。なんだって？テロの首謀者はイスラム過激派テロ組織のアルカイダ。複数の旅客機をハイジャックしてワールドトレードセンターや国防総省に突入した模様です。アメリカ東海岸で大規模なテロ攻撃が発生。米国の報道によると、東海岸で大規模なテロ事件が発生し、大きな注目を集めている。ハイジャック犯はアルカイダのメンバーとみられ、民間旅客機であるアメリカン航空11便、ユナイテッド航空175便、アメリカン航空77便、ユナイテッド航空93便の4機を米国に対する攻撃手段として使用した。本日早朝午前8時46分に11便がニューヨークの世界貿易センタービル北棟に衝突。午前9時3分に175便が南棟に衝突した。さらに午前9時37分には77便がワシントン DC のペンタゴンに、4機目の93便は国会議事堂へ向かっていたとみられるが、乗客がハイジャック犯に抵抗した結果、午前10時3分、ペンシルベニア州ストーニークリーク郡区の野原に墜落した。これは夢か？残念ながら現実です。冷戦が終わって世界は平和な時代が来ると思っていました。しかしソ連が去ったその座には国際テロ組織が座り、再びアメリカに攻撃を加え始めたのです。ブッシュ大統領は直ちにテロとの戦いを宣言。テロをかくまい、支援し続けるいかなる国もアメリカにとって敵対的な体制とみなすとのこと。これは戦争になりますかね。少なくともアフガニスタンは比較的穏健派のムスリム同胞団がタリバンとの内戦を制したのだ。ってことはアルカイダをかくまってアフガニスタンにアメリカが侵攻することもなくなりそうですね。一方の過激派はパキスタンとの国境沿いの山岳地帯で再起を狙っているよ。何はともあれ新生アフガニスタンに幸あれ。で、この前代未聞のテロ攻撃を受けて決して対岸の火事とは言い難い日本もここは何かしら先手を打つべきなのでは。もちろんなのだ。もう二度と日本国内でテロは起こさせない。テロが再び我々を襲う前にテロ対策特別措置法を制定するのだ。今はまだ戦争は起こっていませんが、いつ戦争が勃発してもおかしくない地域に自衛隊を派遣して大丈夫でしょうか。安心しろ。近くで戦争が起こる可能性があるだけで戦場に行くわけじゃない。さらに非戦闘地域での活動は憲法9条にも抵触しないのだ。それに日本が平和の追求に貢献していると国際社会に PR できるし。なるほど。というわけでテロ対策特別措置法が成立、制定されたのだ。2年間の期限期でインド洋に艦船が派遣されます。ずんだもん先輩、テロ対策も重要ですが、我が国はそろそろ本腰を入れて解決しなければいけない問題があります。何なのだ？国債です。これは我が国の経済クレリューになります。わ、いっぱい筋がある。 GDP やら各種実質と収入なんかがありますが、この中で最も重要な数値はこれ。我が国の月間純利益、純損失の項目です。月10ドルの赤字なのだ。いえ、これの単位は10億です。つまり100億ドル、日本円に直すと月1兆円の赤字です。1兆円。
で今までの総債務額は 3728.808 ビリオンドル、日本円に直すと372兆8808億円の借金になります。でこれどうすんの？しかも現在進行形で1兆円ずつ借金増えてるし。だから我々は借金の返済も同時に進めなければなりません。でも日本の借金は自国通貨だけで発行してて、政府が無限の支払い能力があるから大丈夫だって聞いたのだ。現実だと確かにそうかもしれませんが、この世界だと普通に借金の量が増えすぎると国家が崩壊します。なので一刻も早くこの赤字状態を脱却して黒字化、そして借金を全て返済してくださいね。どうすれば黒字化できるのだ？一つはここの人口税率か法人税率を上げる方法、もう一つは各種予算を減らす方法がありますね。なるほどなのだ。そんじゃあ保険の予算とか警察の予算を減らしまくって、さらに大増税を敢行。果たしてこの増税を国民は理解してくれるのでしょうか。一方で財政法第4条をここで廃止するよ。財政法第4条、いわゆる国債を財源にすることを禁ずる法律ですね。ですが毎年のように国債を発行して財政の主要な柱となるくらいにはザル法と化しています。だからこの際廃止するのだ。それにこの法案を廃止すればどでかい投資ができる。つまりズンダモン先輩は国民から大量の税金を巻き上げた税金で投資を行い経済を伸ばそうというお考えで。まあそういうことなのだ。よく考えてみろ。東アジアの諸国家は全て国家による産業の重点支援によって成長してきた。だから今回もそれを繰り返すだけなのだ。なるほど。日本もかつては通産省が50年代には自動車や造船、70年代には半導体や電子機器なんかを支援してきましたよね。お隣の韓国も財閥を集中支援して急成長してきたし、中国も5カ年計画による産業支援で成長しているのだ。しかし今の日本はどの分野に投資するべきなんですかね。なんだろう。半導体とか。半導体ですか。それかメタンハイドレートとか AI かな。随分とふわふわしてますが大丈夫ですか。なんとでもなるでしょ。はあ。奄美大島沖の戦闘。12月22日の夕方、奄美大島南西沖で日本の海上保安庁が正体不明の船と交戦した。16時間に及ぶ追跡とその後の警告射撃の末、不審船は機関銃と対戦車敵弾で日本の船を攻撃し、まるで戦争のような銃撃戦が始まった。海上保安庁はあくまで国家警察の一部門に過ぎないため武装は制限されており、その結果巡視船3隻のうち1隻が大破し、職員3人が負傷した。最終的にその不審船は爆発して沈没したものの、爆発の瞬間巡視船は不審船から朝鮮語で国家と党への忠誠を叫ぶ通信を傍受した。日本の一部市民や政治家はこの事件と北朝鮮による拉致との関連を強く調査するよう求めている。ズンダモン先輩、大変なことになりましたよ。奄美大島沖の北西150キロにおいて北朝鮮の不審船と海上保安庁の巡視船が交戦しました。別にいいんじゃないか。敵の不審船は沈没したんだし。いえ、そういう問題ではなく、北朝鮮の不審船がどの程度の脅威かを調査しなければなりませんよ。そっか。ですから沈没した不審船の引き上げに入ります。その際に中国の EEZ 内ですから、中国に許可をもらうか、それとも勝手に引き上げるか、もしくは引き上げないかを選べられるようです。まあここは一応中国に許可を取ってから引き上げるか。中国は我々の要請を受諾してくれました。よかったのだ。で、引き上げた結果なのですが、船内からはロケットランチャーや自動小銃、暗号通信装置なんかが見つかりました。やっぱりか。引き続き調査を続けていきますね。財政赤字の方は法人税率を 5%、人口税率を 4% 上げることによりなんとか黒字化を達成。増税してから言うのもあれですが、人口税率を上げたら安定度と政権支持率が下がって、法人税率を上げたら建設に使える民事工場数が減りますよ。それ好きに言えよ。うわ、ほんとじゃん。いつの間にかに自民党の支持率が 36.4% まで落ちてる。連立相手の公明党がいるおかげでなんとか支持率は 49% で耐えていますが、最大野党の民主党は 50.9% の支持率を、このままだと創価学会の組織票があっても実選挙が厳しいです。まあここからは丁寧な政権運営を心がけるのだ。しかしここで加藤浩一、秘書のスキャンダルに巻き込まれる。秘書が脱税して捕まったのと加藤浩一は関係ないだろ。なんでこれで自民党の支持率が下がるのだ。首相辞任も得られますが、それは出ないのだ。これは彼の問題じゃないのだ。これで自民党の支持率がさらに下がる。そして2002年度に入り、教育面ではゆとり教育が全面開始されました。ただ詰め込むだけの教育の時代は終わり、これからは創造性や思考力を重視する教育課程が始まります。しばらくすれば子どもの学力に変化が現れるはず。一方の外交面ではダライラマがチベットに帰還。政治的中立を条件に許可したとはいい予想外なのだ。
さらにその後に中国は新疆及びチベットを特別要請区にして急にどうして中国？未だに中国の影響圏とはいえ以前に比べ大幅な自治が認められる形となり、地図上でも中華人民共和国から分離して表示されています。もしかして中国はさらに自由化するのか？どうでしょうか。私には飴と鞭を使い分けているようにしか見えません。すでに中国政府はモンゴルに対しての侵攻を決めたとの報道もあります。東アジアもきな臭くなってきたな。ズンダモン先輩、日本の政界でも動きがありました。民主党と自由党の合併だと？はい、1994年の選挙制度改革以来、小選挙区制が導入されましたが、小選挙区制の都政上と票数1位しか当選できないため、野党が一つにまとまり与党に対抗する流れが出ていました。だから民主党と合併したと？ええ、すでに合併した両党首は日本に二大政党制を確立させ、政権交代を目指しているとのこと。そしてズンダモン先輩、間もなく衆議院議員総選挙は迫っています。あれこれまずいのでは？はい、加藤浩一首相は近年急速に勢いを伸ばした民主党か、それとも従来通りの自民党か、国民の審判を受けるべきとして衆議院を解散。世間はこぞって政権交代解散だとかラテッチ解散だとか言ってます。ちょっと待って、曲まで鳩山幸夫のイメージソングになっても企画みたいな雰囲気出すのやめるのだ。公明党なんとかしようなのだ。さすがの公明党の組織票があっても焼け石に水かと。だって今の自民党の支持率 24% ですよ。組織票で多少伸びるとはいえ厳しいです。どうしてこんなことに？その後の11月9日に迎えた第43回衆議院議員総選挙開票日。開票の結果、民主党は衆議院で310議席を確保し、単独での政権交代を確実のものとした。一方の自民党は前回から議席数を大幅に減らし144議席にとどまり、54年ぶりの本格的な政権交代が実現する。時の民主党代表菅直人は間もなく首相に就任。テロ対策法の終了と社民党との連立を宣言し、新たに始まる民主党政権の舵取りを行っていくこととなる。というわけで2003年の衆議院選挙に負けて民主党による政権交代が起こったのだ。事実だと2009年の衆議院選挙だったので、6年早い政権交代になりますね。敗北原因は大増税に加え前首相のスキャンダルでしょうか。まあもう決まったことだし民主党の首相指名に移るのだ。首相の候補は菅直人か小沢一郎か岡田克也ですね。ここは普通に民主党代表の菅直人を首相に指名するのだ。そういえば2003年時は菅直人が代表でしたね。そして菅直人首相は直ちにテロ対策特別措置法の終了を宣言。インド洋に派遣されていた自衛隊が帰還するのだ。国際社会からだいぶ品質を変えそう。続けて社民党との連立を行うかどうかのイベントが来ました。まあ単独でもどうにかなりそうだけど、ここは社民党との連立をして政権運営を円滑にできるようにするのだ。まあ現在の社民党の支持率 0% ですけど、これが司会党のオズロか。同時期には保守党が自民党と合流したみたいです。あんな弱小野党のことなんてどうでもいいね。さらに共産党との連立も検討されているようですよ。いや、さすがに主義主張が違いすぎるからしないのだ。こうして成立した民主党の菅直人政権は支持率 60% でスタートしました。少しくらい増税しても大丈夫かな。まだ増税するんですか。民主党に政権が変わったところで国内の経済状況に目を向けてみるのだ。現在は好景気、ゲーム開始時点だと景気後退だったので、だいぶ経済循環が良くなりましたね。それじゃあ民主党政権最初の政策は内閣主導型春闘を推し進めていくところから。急進策と社会党の崩壊によって衰退した労働運動を政府の望ましい形で再興する時が来ました。さらには物価上昇も政府が管理。デフレから適度なインフレへの転換を図っていきましょう。一方の国際情勢の方は中華人民共和国が南シナ海を核心的利益と宣言。地政学的に重要な地域であるとともに石油やレアメタル、水産資源にも恵まれていますからね。中国以外にもベトナムやフィリピン、マレーシアやブルネイなんかが南シナ海の島々の領有を主張しまくっているのでカオスそのものです。なるほどなのだ。ズンダモン先輩大変です。今度は尖閣諸島に中国人活動家が上陸したらしいです。海上保安庁は何をしているんだ。巡視船は上陸を阻止しようとしましたが、小回りの小型のボートに振り切られ上陸を許したようで。中国人活動家はどうなったのだ。沖縄県警がヘリコプターで警察官を輸送して活動家を逮捕しました。おそらくはそのまま事情聴取をした後に強制送還でしょうね。なるほど。そして政府の弱腰姿勢に対して義憤に駆られた人々が抗議活動を展開。交渉をしたら公共予算が大幅増額して過激派を解散させたら運動が激化して、抗議活動を無視したら支持率が下がるのだ。まあここは無視して支持率をされた方がいいでしょうね。一方の国内では政府下の年金未納が発覚。何やってんだ。
与野党関係な様々な政治家に民論が発達しました。しかも菅直人首相にも民論が発覚してさらに政権支持率が下がってます。政治欲が1000減る上に与党の支持率が 6% も下がるのだ。年金未納の責任を取る形で菅直人は首相を辞任。政権発足から半年で首相が変わることになります。早いのだ。後任の首相は誰になるのでしょうか。ここは経験豊富な小沢一郎を首相に据えるのだ。というわけで政界の壊し屋こと小沢さんが就任したわけですが、すでに民主党の支持率は 46% まで下がってますね。まあまだ自民党の支持率に勝ったから大丈夫でしょう。ということで小沢首相はまず日朝の立ち上げを開始。地方の一次産業とそれに関する二次産業なんて悲惨ですからね。移民を呼んで足りない労働力を補いましょう。さらには女性の雇用も促進。リベラルらしい制服ですね。まあこれからは夫婦共働きがスタンダードになるはずなのだ。その後の2004年7月には第20回参議院議員選挙が行われました。結果はどうなったのだ。それが自民党が勝利したようで、衆議院と参議院で多数派の政党が異なるねじれ状態になりました。まあ衆議院では民主党が多数派なので法案は一応通りますが、なんかめんどくさいことになったのだ。在日米軍ヘリが沖縄の大学に墜落。2004年8月13日午後2時15分、在日米軍の輸送ヘリ CH-53D が制御を失い、沖縄国際大学のキャンパスに墜落した。米軍兵士3人が負傷し、民間人の死傷者は出なかったが、大学の建物の一つが焼け焦げ、墜落で発生した火災により数本の木が焼けた。住宅地への墜落事故は沖縄が日本政府へ返還されて以後、これが初めてである。在日米軍は日米地位協定を根拠に大学内にある墜落現場を封鎖し、事故に関する全ての証拠を回収した。封鎖解除後も沖縄県警や日本の警察、消防、行政、大学職員は手がかりを何一つ集めることができなかった。一部の科学者はローターによって微細な核汚染が発生した可能性を懸念している。ゲゲ、なんか在日米軍の兵が墜落したのだ。しかも日米地位協定を根拠に墜落現場を封鎖して事故に関する証拠を全部持っていきましたね。なんてやつらだ。これを受けて日本政府からの行政、教育の独立、日米地位協定の廃止を求めて3万人が抗議集会を決行。右寄りの自民党政権なら支持率が下がってない展開だけど、左寄りの民主党と社民党はむしろ支持率が上がるのだ。久しぶりに政権支持率が上がりましたね。と今度はアメリカがイラクに宣戦布告。イラク戦争が始まりました。アメリカはイラクが大量破壊兵器を発し持っていると断定したようで、フセイン政権の打倒を目的としているようです。アフガニスタンに攻めずにいきなりイラク戦争なのか。それとアメリカから参戦要請が来ています。日本には憲法9条があるし、ちょっと厳しいかな。っていうか在日米軍のヘリの事故で日本国内荒れ気味なんだよね。なるほど、参戦しないと。アメリカ一国でもなんとかなると思うのだ。頑張れ。これが将来の太平洋の秩序にどんな影響を及ぼすのか。大して影響ないでしょ。とここで新潟県において新潟県中越地震と呼ばれる最大震度7の地震が発生したとのこと。確か震度7が記録されたのは阪神大震災以来だったな。さらに国際学習到達度調査2003年度版の結果によると、日本の生徒たちの学習到達度が低下していると判明しました。つまり2002年度から始まった総合的なゆとり教育に何かしらの問題があるのかと。やっぱり演習率を3で教えるのは間違っていたか。教育再生会議を設置して教育改革を進めるべきです。そうだけど目下最大の事案は米軍ヘリ墜落事故とそれに付随する日米地位協定。アメリカに対して調査権を要求して対等な関係を目指すのだ。早速対等な関係に関する国家方針が完了。アメリカは日本側の調査権の要求を受諾してくれました。当然の結果なのだ。それじゃあ次は低下する学力を改善するべく教育再生会議を設置。脱ゆとり教育を導入して今後は授業時間数を増やしていきましょう。さらには政府の大規模支援による科学と数学の振興を行うのだ。日本の技術力を世界1位にしなければなりませんからね。2位じゃダメです。さらには大学の再編を実施。大学をさまざまな観点から評価し、無駄な予算を打ち切り、場合によっては大学の統合を促していくよ。ここでイラク戦争が終結。大方の予想を裏切ってイラクが勝利したようで、米軍はイラクから撤退したようです。それは残念なのだ。ずんだもん先輩大変です。 JR 西日本の福知山線で大規模な列車脱線事故が起こったようです。死者107名、負傷者562名の JR 発足以来最大の列車事故になっています。なんでこんなことが起こったのだ。
運転手は日勤教育と呼ばれる会社が乗務員に過失処罰を回避するためにこんな無茶な運転をしたようで、列車の遅延を取り戻すために制限速度70キロのカーブを116キロで突入したことで脱線したようです。日勤教育による過度なプレッシャーさえなければこの事故は起こらなかったかもな。なんかウクライナで戦争が起こったぞ。ルガンスク、ドネツク、ハルキウ人民共和国がウクライナに対して独立戦争を始めたようです。他にもクリミア半島まで分離しています。ちょっと展開が早くないか。確かにだいぶ早い感じですね。そしてもちろんと言いますか、今回のこの一連の戦争の背景にはロシアがいるようです。中国は第一列島線の突破を試みてるし、それどころか朝鮮半島への全面関与を声高に宣言しています。これは日本も早く軍事力の拡大と憲法9条の改正をしないとなのだ。ここで米軍普天間基地を辺野古に移設することが決まったようですよ。それは相当沖縄から米軍基地を撤去するのだ。聞いてましたか？今辺野古への移設が決まったんですが。決まったとは言ったが実際に実行されるとは限らない。何言ってるんですか？さあ早速交渉開始なのだ。まずは撤退規模について。まあ初めのうちは中規模でいいのだ。最後は県外移転に関わる費用を日本側がどの程度負担するのかを提案できます。中規模の移転で済むんだし半分負担してやるのだ。最後は沖縄県外の移転先についてです。鹿児島なんてどっかな。がこの県外移転計画を送ったところアメリカは力度して提案を拒否。辺野古以外はありえないと回答してきました。あ、やっちまった。はい、盛大にやっちまってます。これで民主党の支持率は 20% 下落しますからね。あれこれ次の選挙が弱いのでは。ええ、覚悟しといた方がいいですよ。いや、なんとかするのだ。無理です。ちょっと冷たくない？だって今の民主党の支持率 20% 切ってるんですもん。ちょっとこれは私がどうこうできる域を超えているかな。さらに追い打ちとばかりに消えた年金問題が浮上。何これ？社会保険庁が管理する年金記録約5000万件が誰のものか不明なまま受給できていないという問題です。これでまた民主党と社民党の支持率が 5% ずつ下がりますね。もう終わりだよこの党。金融危機が日本を襲う。アメリカ合衆国を発端とする金融危機は世界中へ広がり、その炎はついに我が国にも飛び火した。その影響は数ヶ月前から徐々に我が国の経済へ広がっていたが、アメリカの金融大手リーマンブラザーズの破綻という報道は市場経済の仕組みをよく知らない人々にある種の社会的パニックをもたらし、状況をさらに悪化させている。日本が経済危機へ巻き込まれる中、小沢一郎首相は全閣僚を招集し、日本経済を立て直すための緊急閣議を開始した。1990年代の経済災害を繰り返さないためには、政府は国民の要求にできるだけ早く耳を傾け応じなければならない。第一次緊急補正予算案では国民生活への大規模支援策を盛り込み、第二次緊急補正予算案では中小企業への審査なし無担保での融資を可能にする緊急保証制度を創設。第三次緊急予算案では高速道路料金の値下げなどを決定した。全国で製品の売り上げが鈍化する中、大企業から中小企業まで多くの企業や工場が迫り来る不況とそれに連なる連鎖倒産から自社を守るため、膨大な数の非正規労働者を解雇しようとしている。解雇された派遣労働者たちは日雇い労働者となって公園やドヤ街へ集まり、段ボール小屋やネットカフェの区切り部屋で命をつなぎ、慈善団体や左右の政治団体が行う炊き出しには長い列ができている。かつて1980年代後半にはフリーターと呼ばれ、次世代の働き方と称賛されたアルバイト労働者たちは今や最も不安定な生き方とみなされている。多くの派遣労働者が解雇され、公園や避難所のような場所へ集まり、日々と年末を何とか生き延びようとしている。大学生たちは約束されていたはずの内定の裏切りに直面し、正社員たちもまた90年代のリストラの悪夢の再来を恐れている。そしてこのリーマンショックにおける不安、絶望、怒りは民主党に対する人々の抑えきれない不信へとつながり、時の首相小沢一郎は内閣の総辞職を発表。二大政党制の確立を期待する国民、あるいは民主党の長期支配の継続を望む国民の期待の中、衆議院は解散された。負けたのだ。知ってた。というわけで政権は自民党に移ることとなり、民主党は再び野党に転落するのだ。次の首相は皆さんご存知安倍晋三。この世界の増税メガネこと加藤浩一以来の自民党からの首相なのだ。もはや安心感すら感じる顔。支持率は 62.1% からスタートなのだ。なかなかに高支持率。
というわけで感情的で狂信者で頑固で背後からの一つ議論信奉者で転換主義者でネトウヨ支持者の安倍晋三よろしくなのだ。これはあくまでもゲームです。実際の人物とは関係ありませんから。と冗談はこのくらいにして自民党の統治を開始するのだ。日本を取り戻す。で、なんか中華人民共和国がモンゴルに侵攻し始めましたよ。確か前々回くらいの動画内で外モンゴルを革新的利益として確保するってニュースになってたような。さらに同時期にはウクライナがロシア領内に対して攻撃を行ったとのこと。ちょっと待つのだ。急にスカイが思い出したぞ。すでにロシアはウクライナに対しての進軍計画を発表し、両国の戦争は不可避かと。そしてその後の2009年10月30日にはロシアが正式にウクライナに対して宣戦を布告。2009年の10月は中国がモンゴルに、ロシアがウクライナに対して侵攻した月になったのだ。世界は確実に混沌に向かっています。日本も決して対岸の火事とはいかないでしょう。そうなる前に憲法9条の改正、もしくはそれ以上を。何としてでも成し遂げなければなりませんな。とは言いつつもいきなり9条は改正できないので、まずは防衛庁を防衛省に格上げするところから。期日よりも早い民主党への政権交代による影響で防衛省立ち上げが遅れた分、これからは思う存分に予算を増やしやすくなります。ついに日本と中国が衝突したのだ。海上保安庁によりますと、尖閣諸島沖の日本の排他的経済水域内において巡視船水木と与那国が中国籍の漁船と衝突したようです。我が国の経済水域内での衝突ですので、船長と乗組員は逮捕されましたが、中国政府は漁船は中国の経済水域内にいたとして船長と乗組員の即時釈放を要求しています。この要求どうしますか？民主党なら釈放していたかもしれないのだ。でも現在の政権は自民党だから交流を続けるのだ。強気に出ましたね。中国政府はこれにどう反応するのか。報復制裁してきたのだ。安定度が若干下がりつつも戦争協力度は上昇。また国内の改憲派が増えますね。ちなみにここでいう改憲派についてはディシジョン画面の憲法改正の国民意識の項目に関係してきます。これは何なのだ。改憲すべきと考える国民が過半数を超えると憲法改正の国民投票ができるようになるディシジョンです。現在は護憲派が 52%、改憲派が 48% となっております。もう少しで改憲できそうじゃん。そうですね。ところで護憲派と改憲派の数値の下にある赤文字の数値は何なのだ。これは急進主義がどれほどいるのかを表した数値です。増えすぎると安定度が下がりますから注意が必要です。なるほどなのだ。一方の中国漁船衝突事件についてですが、今度は衝突映像をどのように公開するのかを決めるそうです。選択肢は国会議員だけに限定して公開するか編集した上で一般公開か完全版を一般公開か。ちょっと無修正版を公開するのは刺激的すぎるから刑法175条にのっとってここは編集したのを一般公開。何と勘違いしているんですかね。しかし今回の映像の一般公開に反発してさらに中国政府は制裁を発動。まあ改憲派が増えるからむしろ嬉しいまであるのだ。ずんだもん先輩、 YouTube 上に尖閣衝突映像の完全版の映像が流出しています。誰が勝手にアップロードしたのだ。戦国38というアカウントが完全版の動画を4分割してアップロードしています。損でもって完全版を公開せずに編集したものを公開した政府に批判が詰まっているようです。それは厄介なことになった。ずんだもん先輩、今回の一点、政府が完全版を一般公開しなかったのも問題ですが、政府の機密情報が外部に漏れたことも非常重大な問題です。確かに。なのでここはぜひとも特定秘密保護法を制定すべきです。たとえ国民の知る権利が侵害されようとも、国家機密情報を保護するために厳格な罰則付きの法律を日本政府は必要としているのです。分かったのだ。ここはぜひとも制定に向けて動くよ。さあ国会で今採決が行われようとしています。多くの法学者や弁護士、左派からリベラル右派に至るまでこの法案に激しく反発し、警察と衝突しているのだ。その一方で法案賛成派の右派はどこにも集まらず、院内でこの法案の可決を待っています。採決の結果はどうなりましたか？特定秘密保護法は無事に可決されたのだ。時に2011年2月14日、これで日本はさらに強く豊かになるでしょう。特定秘密保護法の成立により、安倍政権の支持率は過去最高の 66.7% を記録。ちょうどリーマンショックの余波からも抜け出したところですし、あとは政治力440兆円をぶち込んで経済循環を好景気まで上げれば完全復活です。ここまで大増税祭りに政権交代、リーマンショックと大変だったけど、これでようやくゆったり政権運営ができるのだ。ははは、確かにそうですね。ちょっと特定秘密保護法に対して反対でもする奴らもいるけども、まあどうでもいいことだね。全くどうでもいい話題なのだ。反原発活動家が反保護法団体に変質しようともね。70年代に原発建設計画が全国で進み、建設予定地の住民運動が盛り上がった際に、
市民団体や学生運動崩れが反原発活動家になりました。それが今度は反保護法団体になったと。反保護法団体は政府が本来国民に公開されるべき情報、とりわけ原子力災害後の対応に関する情報を政府が隠蔽するのではと考えているのだ。なんでこんな雑炊ばかりするのだろう。 5G やりすぎたんじゃないかな。ずんだもん先輩、この時代はまだ 3G です。そういえばそうだったか。で、背景のイベントでは急進右派がインターネット上で活動を開始し始めた模様。日本国旗を持った猫のキャラクターとともに新政府的な姿勢を示しているようです。日本国旗を持った猫のキャラクター。今度は東北地方の三陸沖でやや大きめの地震が起こりましたね。震度5弱か。まあ何も起こらないといいが。巨大地震と津波が東日本を襲う。2011年3月11日午後2時46分、平日の午後、三陸沖を震源とする観測史上最大級の巨大地震が発生した。マグニチュード 9.0 を記録し、最大震度7の激しい揺れは3分以上にわたり東日本地域を襲い、その影響は名古屋や大阪にも及び、東京では高層ビルが長時間にわたり大きく揺れ続けた。さらにその数分後、津波が東日本の太平洋沿岸を襲来。とりわけ東北地方は壊滅的な被害を受けた。政治の場では与野党間の対立や論争が一時中断され、各政党は被災者救助と状況把握のための対応を急いでいる。ずんだもん先輩、なんかとんでもない大地震が起こりましたよ。これは本当に現実か？現実な上に福島第一原発で水素爆発が起こり、爆発の影響で放射性物質が大気中へ放出されています。研究者は旧ソ連のチェルノブイリ原発事故よりも深刻だと述べていますよ。すぐに自衛隊を送るのだ。ただし自衛隊の展開計画と原子力施設の脆弱性情報は特定秘密保護法によって日の目を見ることはいいんですか？それで今は一刻も早く復旧作業を進めるところからなのだ。経済循環は一気に強行まで落ち込み、東北と北海道、関東一帯の工場に被害が出ました。国家方針は1000年に一度の危機から始まる震災復興ツリーが解禁されたよ。まずは東北のインフラ復旧から進めましょう。そうしたら今度は北関東のインフラも。災害廃棄物も撤去しつつ復興庁も設立するよ。その裏では東京電力に対して抗議デモが巻き起こっています。今や左翼だけでなく右翼も日本を核汚染したとしてデモに混ざってますね。さらにその裏でも余震が続いており、複数の建物に被害が及んでいます。まだまだ長引きそうなのだ。さらに自民党と民主党の大連立構想失敗を受けて安倍晋三が内閣を辞任。大連立構想。震災、津波、原発事故の同時発生という未曾有の事態以降、与野党間で挙国一致に近い協力体制を作ろうとする動きがあったんです。失敗しましたけど。なるほどなのだ。それで次の首相は誰にしますか？候補は谷垣禎一、石破茂、岸田文雄、福田康夫がいます。ここは実務派の谷垣禎一にするのだ。果たして支持率 33.5% まで下がっている自民党を立て直せるのでしょうか？まずは原子力発電所再稼働から始めるのだ。結局原子力ですか？出学的に安全と認定された複数の原発に限っての再稼働なのだ。とここで自民党が新たな原法改正草案を公表しました。何これ？2012年に自民党が出した日本国憲法の大規模な見直し案です。現行憲法との主な違いは、天皇を元首と明記したり、緊急事態条項の新設だったり、人権条文の表現が変わっています。緊急事態条項ね。なんか面白そうだな。9条を守るか9条を変えるか、もしくは9条以外も変えるのか、もし緊急事態条項を追加したいならば、憲法9条以外も変えることになりますよ。とここで谷垣首相、近いうちに国民の信を問うとして衆議院を解散。いきなり？選挙結果は自民党の新勝。しかし自民党の支持率はたったの 39%、野党第一党の民主党とは 1.5% しか変わりません。その上2012年の大晦日には安倍晋三が自民党を離党。なんか歴史が変わってないか？その影響でさらに自民党の支持率は 10% 下がって民主党に支持率が逆転されました。ニアなんとかしろなのだ。政治欲がたまり次第、自民党に支持が集まるようにしておきますね。経済の方は2013年の6月にようやく好景気水準まで復帰。リーマンショック以降ずっと低迷してましたからね。ようやくですよほんと。一方世界では中国の反腐敗運動のニュースが流れてきたのだ。腐敗を根絶するのもそうですが、習近平による権力集中の手段なのではと噂されています。また香港においても大規模デモが発生している模様。何があったし？中国は香港において自由選挙を許可するものの、政府から許可をもらわないと候補者として立候補できないことから、大規模な抗議デモにつながったようです。なるほど。また選挙か。
今度は継続中の経済政策を問う解散ですか？アベノミクスかな。でも安倍首相は2012年に自民党を辞めていますし、この世界だと他人のミツかもしれませんね。それで選挙の結果は？はい、今回も自民党が勝利しました。自民党は支持率 47.3% で、野党第一党の在特会の 17.9% を大きく離す大勝利です。在特会って政党じゃなくて市民団体だろ。まあ何にせよ、そろそろ次に進むか。次って何ですか？次っていうのはな、今後の日本の安全保障についてなのだ。ほう、積極的平和主義ですか。戦後日本が基本路線としてきた専守防衛を一部改め、これからは日本の安全保障のためにより能動的に動くのだ。積極的平和主義の国家方針が完了しました。よしよし、それじゃあ引き続き共謀罪法案に進むよ。テロ等準備罪ですね。一部人々はこれが監視国家につながりかねないと反発してますが、まあいいでしょう。またサーが反発したか。奴らは積極的平和主義が戦争に巻き込まれる道につながりうると批判しています。日本が積極的平和主義を提唱。日本の首相谷垣禎一は積極的平和主義を正式に発表した。この構想は日本が現代の大国として国際社会に対する自らの責務を果たすべきであり、対テロ戦争のように世界経済と政治の安定化のため戦争を行ういくつかの国を支援すると宣言している。さらに首相は近い将来、日本は憲法とりわけ第9条を改正し自衛隊として明記すると述べた。多くのアジア諸国はこれが日本の再軍備の予告に過ぎず、かつての大日本帝国による侵略戦争を想起させるとして恐れている。一方、日本国内では多くの左派集団が集会を開き、この宣言と政府を批判している。この積極的平和主義が今後どのような影響を及ぼすのか楽しみなのだ。それに右派が今回の宣言に賛同してくれたようで自民党の支持率も 10% アップ。さらに支持率が上がってホクホク。今度はアメリカからなんか来たのだ。これはアメリカが日本に対して NATO のような軍事同盟の設立を提案してきています。いきなり？っていうか日本以外に誰が来るのだ？アメリカか？いえ、最初の加盟国は台湾と韓国になりそうです。本当に来てくれるのか？まあそれはやってみないとわからないですよ。そっか、じゃあこの提案乗ってみるのだ。そしてこの東アジア安全保障条約、通称イーストの結成で中国との戦争は避けられなくなるが、果たしてどうなるのか。台湾と韓国から陣営加盟の返答が来たのだ。韓国と台湾ともに同盟に加盟してくれましたね。イーストの陸上戦力は一気に200師団まで上昇したのだ。てっきり韓国は加盟を断ると思ってたんですけど、意外にも加盟してくれるもんですね。なんか北朝鮮が韓国に宣戦布告してる。なるほど。北朝鮮に宣戦布告される可能性があったから加盟したんですかね。そんな冷静に分析してる場合じゃないのだ。そうでした。ずんだもん先輩、ここは戦争に介入しましょう。いきなり？日本と緊密な関係にある国が攻撃され、それによって日本の存立が脅かされ、介入以外に適切な手段がありません。よしもここは介入するのだ。いや、いいのか。やむをどうにでもないなのだ。首相官邸で行われた緊急国家安全保障会議の末、日本政府は大韓民国支援のため自衛隊を派遣し、第二次朝鮮戦争への介入を正式決定した。戦後長きにわたり専守防衛を国是としてきた日本にとって、この決定は歴史的転換点となる。政府は声明の中で、朝鮮半島の安全保障は日本の存立に直結する問題であり、東アジア地域の平和と安定を守る責務があると強調した。また、同盟国友好国との連携のもと、人道支援及び地域防衛のため必要な措置を取るとしている。一方で国内では国会前に賛成派反対派双方の市民が集まり、大規模な集会が行われている。海外でも反応は分かれている。東アジアの安全保障体制が新たな時代へ入ったと見る国がある一方、日本の軍事的役割の拡大に警戒感を示す声も少なくない。しかし議論の時間は終わった。すでに輸送機は飛び立ち、護衛艦隊は海へ向かっている。歴史は今新たな転換点を迎えたのである。ついにこの日が来ました。62年ぶり2回目の戦果が切られたのだ。しかし今度の戦いは日本も本格参戦しますよ。早速釜山より朝鮮半島に乗り込んで前線に向かいます。韓国と北朝鮮の戦力はほぼ拮抗しているのだ。ここで日本も参加して共産主義者を殲滅ですね。早速攻撃開始なのだ。敵の中には中国の義勇軍も見えますが、果たして勝てるのか。徐々にではあるけど進軍できているのだ。ウォンサン周辺で都市弾包囲し、首都ピョンヤンも近いのだ。あとは人民解放軍がオルク港を越えて本格
下げればいいんだけど。ずんだもん先輩、中華人民共和国が日本国内の航空基地を目標に攻撃をしてきました。ついに中国が参戦か？いえ、まだ交渉の余地があります。選択肢は上から全面開戦か敵基地への攻撃か、賠償要求か外交抗議がありますね。ここは穏便に抗議か賠償要求に止めておきましょう。もちろんここは国民に敵への反撃を約束するのだ。嘘でしょ。まあ反撃するとは約束したけど、実際に反撃するかどうかはまた別問題だからね。ほら、そんなことを言ってからもう北朝鮮の臨時首都のハムコンまで来れたのだ。このまま早いと北朝鮮戦争を終わらせてくださいね。分かっているのだ。それに北朝鮮軍の全地代的装備では自衛隊の質の前に歯が立っていないのだ。おや、ロシアがモルドバに宣戦布告。ちょっと気になってロシアを確認してみたら、なんか全欧州に対して宣戦布告しようとしていたのだ。ちょっと厳しくないですかね。画面外のアメリカもついてくるんですよ。一方の朝鮮戦争の方は5月5日に北朝鮮が攻撃することで終結。開戦から1ヶ月ちょっとで終わりましたね。意外と早い。しかし無事に終わったとはいい、国境に大量の人民解放軍が集まっていますから依然として警戒が必要です。一方の国内では共謀罪法案の採決が行われたようです。テロの脅威は年々高まっているのだ。この法案は強行採決で可決されたよ。特定秘密保護法に続き再び強行採決が行われたことにより、日本国内では政府に対しての不安が高まっているようです。安心しろ、これは日本を安定化させようとしているだけだ。まあ口先だけで反対派に納得してもらえることなんてないですけど。また国会前で抗議デモか。ずんだもん先輩、また中国軍が日本国内の航空基地に攻撃を加えてきました。もうこれ戦争になってるだろう。とりあえず中国に賠償と緊張緩和を要求するのだ。中国は賠償に同意し、緊張緩和を約束してくれました。この状況で応じてくれるのか。どういう風の吹き回しなのか分かりませんが、1年間は攻撃しないようです。なるほど。ずんだもん先輩、これを見てください。いつの間にかに改憲派が全体の 66% になっているのだ。はい、しかもちょうど政治力も1000溜まっていますので、すぐに憲法改正の国民投票を実施できます。それじゃあ早速やってみるのだ。日本が改憲国民投票運動を開始。日本の谷垣貞和は憲法改正のための初の国民投票とその運動の開始を宣言した。日本では過去の帝国憲法を含めて憲法が一度も改正されたことがなく、これは日本の長い歴史の中でも初めての憲法改正となる。大多数の政治評論家はこの大規模な運動を日本史における大きな節目であり転換点であると見ている。一方、国内の右派改憲派は現在の憲法が左派に傾倒しており、政府の権限を縛りすぎていると信じているため、この動きを歓迎している。彼らだけでなく一部の左派改憲派もまた左派の改正草案の方が右派の草案よりも人道的で民主的であることを比較し示すための対抗運動を開始した。他方で護憲派はこの動きを批判している。どちらの陣営が支持しようと民主主義の観点から見て政府権力への制限は間違っていないと。ついに時が来たのだ。一体どうなるのかワクワクが止まりません。憲法案の候補は全部で4つ。より民主的で保守的な草案、政府に権限を集中させる草案、今まで以上に自由主義的な草案、そして革命的に左に振り切れた草案があります。最後の革命的な草案はないとして選ぶのは前3つのうちそれか。どれにしましょう。先の見えない時代、外からの脅威が迫る今こそ政府に強い力を持たせる憲法が求められたのだ。やはりそうきましたか。今こそ2012年の自民党改憲案を参考に強い憲法を作りましょう。公明党支持者がこの憲法草案に反対したか。まああんな弱小政党の言うこと聞かなくて大丈夫ですよ。そして2015年11月21日、この日、憲法改正の是非を問う国民投票が行われました。結果はどうなったのだ。はい、国民投票の結果、憲法改正は承認されました。まだ実際に改正されたわけではありませんが、民意の声は今やどんな政府権力よりも大きな力を持ち、誰にも止めることはできないでしょう。そうしたらお次は憲法9条だけを変えるか、それ以外も変えるかを決める時です。もちろんここは9条以外も変える包括改憲なのだ。包括改憲、つまりは自民党改憲草案で新設された第98条と99条も追加するということですか。そうなのだ。日本を強く豊かにするのだ。一方の護憲派は未だに国民投票の手続きに不満を表明している模様。あんなの無視だ無視。しかしこの無視を決め込む政府の姿勢に対して全国規模で投票結果に対しての疑念の声が上がっています。時が経てばみんな忘れるのだ。民主党をはじめとする穏健派政党が全会議への出席を拒否していますよ。うるさい奴らだ。こうして紆余曲折ありながらも第9条を撤廃。もはや戦後ではない。
憲法改正後も国内では左派を中心に反対デモが行われていますが、それでは左派に70年代を思い起こさせるような対応をしてやろう。今度は失敗しない。事態は沈静化に向かっています。よかったよかった。その裏ではロシアの傀儡になっていたウクライナが降伏。やはりロシア一国で全 NATO 加盟国を相手するのは厳しかったのだ。おや、今度は熊本で地震ですか。すぐに救援を行うのだ。さらに余震が続きます。すでに救援部隊を向かわせているから落ち着くのだ。3度目の巨大地震が熊本を襲う。信じがたい事態が現実となった4月16日午前1時25分、熊本県を震源とするマグニチュード 7.3 の大地震が発生した。激しい揺れは西日本一帯から朝鮮半島にまで及び、気象庁は再び最大震度7を観測したと発表した。さらに今回の地震による長周期地震動は1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東北地方太平洋沖地震を上回る規模、継続時間を記録したとされる。現在も強い余震が継続しており、被災地では緊張状態が続いている。気象庁は過去に例を見ない異常な地震活動として、従来行ってきた余震発生確率の発表を取りやめる異例の対応を表明した。被害は甚大だ。中層マンションの1階部分の崩落をはじめ、熊本城天守閣やジェーンズ邸、阿蘇大橋など県を代表する構造物が相次いで倒壊した。病院や学校を含む多数の公共施設も被害を受けており、県内外を結ぶ道路網、高速道路、在来線、新幹線は広範囲で通行止め、運休となっている。2度の前震に続く今回の本震、そして終わりの見えない余震活動により、損壊、倒壊した建物や住宅は20万棟を超えた。直接の死者数は50人に達し、少なくとも18万人が避難生活を余儀なくされている。熊本は今、未曾有の災害との戦いに直面している。内閣国家緊急権を発動。政府は本日、国内外における緊迫した情勢を受け、谷垣禎一首相が改正憲法第98及び第99条に基づく国家緊急権の発動を宣言したと発表した。国家緊急権の発動期間は100日間とされており、期間終了時には継続の是非について審議が行われる見通しだ。それまでの間、首相は緊急事態への対応を目的として、内閣令や政令などの特別措置を迅速に制定・施行する権限を持つ。また、国家の安全保障及び社会秩序の維持を最優先とするため、緊急権発動中は国民の権利や自由の一部が制限される可能性がある。ずんだもん先輩何してるんですか。何って熊本の救援だけど。いやいや、私知ってますからね。さっきのイベント分、国家緊急権を宣言しなくとも熊本に救援活動できるの。何のことかな。それににゃんもわかるでしょ。自衛隊が救援に向かうとその先で必ずスポーンする奴らを。ええ、まあ言わんとすることは。だからこそそんな奴らに救援活動を妨害されずに、大震災以上に全力で国として支援するのを可能にするための今回の国家緊急権なのだ。建前はこの程度に本音は中国との決戦に備えてロックスノーのシステムを強靭化させなければならないのだ。しっかだ。そしてディシジョン画面には国家緊急権に関するものが追加。これは何なのだ。時間経過とともに首相が次々と政令を出していきます。その中には政治活動の禁止や思考への介入なんかが。それは面白そうなのだ。まず谷垣首相は情報規制令を公布。これで動物園からライオンが逃げ出したなんてそれなくなるのだ。さらに弁護士会の停止令を発布。思考の安定化のための弁護士会停止令ですか。どういうロジックなんですかね。その次は参議院選挙も停止なのだ。さようなら2016年の参院選。そして国家緊急権の施行から90日経過したとともに、つては政治活動の禁止は既成事実と化したよ。そして外部からの敵対的情報を遮断すべく OP53B を実行します。何これ。一切のインターネットが使えなくなります。中国もこれに似たようなことをしてますね。そして極めつけは無期限国家緊急権。これにより参議院選挙は停止され、全ての権利と特権は衆議院議員に準ずるようになります。この国難を考慮し、国家緊急権は無期限に実行される。谷垣禎一我らは従う我らの総裁。落ち着け。というわけで国家緊急権発動後からのスタートなのだ。おや、早速講和会議に入りましたよ。どこの国でしょうか。どうやら NATO 対ロシアの戦争が終結したみたいなのだ。1年で終結ですか。ずいぶん早いですね。まあ全 NATO 加盟国を敵に回してたしな。講和会議の結果、ロシア連邦は解体、核構成国は独立を果たし、モスクワ周辺には NATO 加盟国によって分割されて悲惨な状態になったロシアがあります。
なんだこれは、ロシア連邦だけで5つくらいあるぞ。そんなモスクワ周辺の地獄は置いといて、本題は極東方面ですよ。ズンダモン先輩。先のモスクワ条約にてロシアから独立したばかりの東シベリア共和国。かの国は我々日本との協力を求めています。今こそ経済援助との見返りに北方領土の返還交渉に乗り出すべきです。確かにニャの言う通りなのだ。よし、すぐに使節団を派遣するよ。必ず実りあるものになるでしょう。しかしその裏ではやはり中華人民共和国が我が国に対してミサイル攻撃を実施。前回の動画で約束した1年間の攻撃中止期間が過ぎたら速攻で攻撃してきてますね。これまた賠償と緊張緩和の要求だけするのだ。そしてなぜかこれに応じる中華人民共和国。極東情勢複雑回帰。あれ中華人民共和国。なんか中華人民共和国が独立したての東シベリア共和国にいきなり侵略し始めたのだ。裏山けしからんですな。これで北方領土返還がさらに遠のく。当然ですが独立したての東シベリアはろくな軍隊を持っていないので、なすすべもなく後退しています。少しでもいいから中国軍の充足を削ってくれなのだ。そして中華人民共和国の東シベリアへの侵攻を受けて NATO は緊急首脳会談を招集。モスクワ周辺でバラバラだったロシアは一つのロシア臨時政府にまとまり、中国の影響力に対抗するようです。新たなロシアの始まりなのだ。その裏ではとうとう東シベリア共和国が降伏。中華人民共和国主導の東シベリア特別要請区になりました。あれこれまずくないか。領土的に見たら軽く大敗ってところですかね。一番ヤバいのは北方領土の海峡部で中国と接したのも非常にまずいですけど。そういえばここって海峡だったか。中華人民共和国の脅威は高まっています。我々も速やかに自衛隊の拡充を進めなければ。分かってるのだ。ただし自衛隊の拡充とは別に我々は対抗面でも中国に対抗する。ほう、対中包囲網ですか。そうなのだ。まずはじめに対中包囲網第1弾として中国からの難民受け入れを開始するのだ。さらに中国に対して禁輸を開始。普通に国内の産業を死んでそう。そして我が国と同じく中国を脅威と考える東南アジア諸国に対して独立保障を行うのだ。随分と思い切ったことしますね。極めつけは中国への G7 メンバー国による制裁の提案。これは日本以外の米英独以下にも制裁に参加するように要請するのだ。おお、結果としてはカナダ以外の国が制裁に参加してくれたよ。うまいこと国際社会で立ち回れていますね。マーミンストーほど外交下手じゃないし。しかしこれが本当に中国の封じ込めにつながるのか、逆にこれが戦争への後押しになる可能性があると地政学アナリストは予測しています。この光景どこかで見たような気がするのだ。中国金門島と馬祖島を砲撃。台湾海峡危機がさらに激化する中、中国は金門島と馬祖島の軍事施設に砲撃を行い、台湾総統と米国大統領の双方から怒りの反応を引き出した。後者は中国に強い警告を発し、中国が侵攻した場合には米国が迅速に行動することを約束した。一方、台湾軍は戦局のさらなる悪化を見据え動員を開始したと伝えられており、台湾政府も離島からの避難を開始。台湾海峡をめぐる緊張は新たな段階へと突入しつつあった。戦争が迫っている。ついに人民解放軍による台湾に対しての攻撃が行われました。この時が来たか。とりあえず同盟各国には軍事衛星と民間通信衛星へのアクセスを提供して連携を深めとくのだ。これって何の効果があるんですかね。知らないのだ。知らないんかい。と、ここで中華人民共和国が東シベリア特別要請区を統合。でかすぎんだろ。まあ東シベリアなんてほとんど何もない基地ですし、そこまで怯える必要もないような。少し時間は戻るけど、ほとんど同時期には中華人民共和国が報復制裁を我が国に対して発動したよ。5年間向上出力と研究速度、生産効率が1割下がります。さらに日本国内では国防軍が発足。自衛隊の名称が国防軍に変わったくらいで、中身は大して以前と変わっていないんですけどね。これからは日本軍と呼ばせてもらうのだ。しかし開戦まで両読みになりましたけど、日本がボロ負けすることはないにしろ、日本はどうやって中国に打ち勝つつもりなんですかね。安心するのだ。すでに作戦は考えてあるのだ。ほう、どんなのですか。じゃあそこんとこも説明しつつ、まずは戦力比較をしていくよ。これが現在の防御力と戦力一覧。上の中華人民共和国が SCO で、下3国がイーストの加盟国ですね。こう見ると民事工場と師団数は拮抗していますが、軍事工場と艦艇数、航空機数は負けていますね。師団さえ拮抗してればあとはなんとかなるはず。で、作戦の方はどんなのです。まず中国との海戦初動、朝鮮半島より18師団を山東半島の沿岸市に上陸させる。そして人民解放軍を山東半島内に引き付けつつ、十分に引き付けられたタイミングで作戦の第2段階に入るのだ。
ふむふむ。第2段階では後続部隊を朝鮮半島から今度は山東半島の付け根青島市とその周辺に上陸させるのだ。そして第3段階では延大市に上陸した師団と青島市に上陸した師団を山東半島中部で包囲殲滅するよ。であとは青島市に上陸した師団を朝鮮半島に戻して再び第2段階から同じ手順を繰り返すだけだよ。何このせこい作戦は。せこい言うのなのだ。これは軍事力で圧倒的に不利な我々が唯一勝てる手段なのだ。はあ。理論上これで敵師団数をひたすら削っていけたら勝てるはずだけど、まあ沿岸師団に端かれたら勝てない可能性もあるのだ。実際に戦ってみるまでわかりませんね。というわけで以上が作戦内容。中華人民共和国が中華民国に宣戦布告しましたね。ちょうどいい。この台湾海峡戦争に介入して中華人民共和国を叩き潰すのだ。2019年3月30日、この日日中両国は82年ぶりの戦果を開くこととなる。開戦壁島大韓民国海上市より17師団が山東半島延大市に向けて上陸作戦を開始する。また同時期には北海道より中華人民共和国が占領する千島列島に向けて進軍を開始していく。大韓民国にも参戦要請を行うのだ。残念ながら承諾してくれなさそうですよ。なんで4年前の朝鮮戦争で北朝鮮と統一して以来、統一の衝撃と呼ばれる一連の経済不況、国内の新共産主義勢力の対応に追われているようで、参戦できるような状況にないとのこと。もういいのだ。とりあえず延大市には上陸できた。あとは先ほど言った作戦通りに進めていくだけなのだ。さらに中華民国がこのタイミングでイーストを脱退し、新たに対中包囲網と呼ばれる陣営を作ったとのこと。足並み揃わんな。それともう一つ、本土上空の制空権は完全に敵に取られていることも忘れなく。おかげで国内の施設が爆撃で破壊されまくってますよ。敵のミサイルくらい手で受け止めろなのだ。そんなめちゃくちゃな。その裏では平成が終わり元号が令和になったのだ。戦争とともに平成が終わり、戦争とともに令和が始まりましたね。それで山東半島の方だけど、敵軍30師団がすでに集まっていますね。今こそ青島市とその周辺に向けて上陸開始。青島市北方の所有市への上陸は完了しました。少し遅れて青島市にも上陸できたのだ。作戦は成功。敵30師団を殲滅する大戦果です。しかし30師団を殲滅したとして日本側の120師団よりはるかに多い師団数が未だにいるのだ。再度延大市まで下がって敵を誘い込みましょう。分かってるのだ。2020年の2月には再び青島市に上陸を開始。今度は24師団を包囲できましたね。先ほどの包囲と合わせて約50師団の殲滅なのだ。そして同時期には両東半島でも山東半島と同じ作戦を実行したよ。こちらは包囲の規模は少ないですが、10師団を殲滅できました。そして間髪入れずに3度目の青島市上陸。もうだいぶ慣れましたね。っていうか敵はいい加減学べ。今度は15師団を包囲できたのだ。そろそろ中華人民共和国も師団数的に厳しくなってきたのではないでしょうか。敵師団数はおそらく100師団前後。我が軍が師団面では優勢になったと考えられるよ。反撃の時が来たと見ていいのだ。ようやくですか。それじゃあ山東半島より中国に進軍していくのだ。敵は隙の作戦でだいぶ数を減らしています。その上大韓民国との国境線の防衛もしなければいけない関係上、我々の進軍阻止に避ける師団は50師団程度といったところでしょうか。攻勢開始から1ヶ月ほどで中華人民共和国首都の北京近郊まで到達。その後の12月1日には北京を占領したようで、首都は広州に移りました。すぐにその広州も占領できるのだ。それと同時に孤立している敵師団を包囲しつつ灰色に浸透。沿岸部にいる師団は福建、広東、広西、貴州と進み、中華人民共和国2つ目の臨時首都昆明市近郊まで進軍したのだ。そして昆明市目前にて中華人民共和国が降伏。2年3ヶ月続いた台湾海峡戦争は日中両国で400万人が戦死集結したのだ。ここからは講和会議に入ります。戦後どうなるのかが見ものですね。というわけで北京条約締結。日本は千島列島に加え樺太、中国の上海や香港、京津などの沿岸都市を手に入れ、その上中華人民共和国と東シベリア、東トルキスタン、モンゴルを非管理国としたのだ。管理国。現代専門都だと講和会議での傀儡化が非管理国家に置き換わっているよ。そうなんですね。まあ何にせよこれで平和な時代が到来。これからは空襲で破壊された建物を直しつつ、日本はさらなる経済成長を成し遂げるはずなのだ。若干中華民国に引かれた攻撃戦が気になります。大陸からの艦兵の中には呼吸器感染症の疑いのある隊員が多くいます。この前まで戦機下の関係上、国内の戦意低下を防ぐために公表していなかったけどちょっとまずいかもな。そして2021年7月23日には東京オリンピックが開幕。本来なら2020年に行われるはずでしたが、まあ戦地でできるわけもなく2021年になったのだ。東京オリンピック開幕。
中華人民共和国との戦争により延期を余儀なくされ、さらに新型感染症の世界的流行により開催自体が危ぶまれていた東京オリンピックが本日ついに開幕した。開会式が行われた新国立競技場には世界各国から集まった選手団と来賓が姿を見せ、パンデミック、経済混乱、そして東アジアを揺るがした戦争、幾多の困難を乗り越え、日本はようやく世界最大のスポーツの祭典を迎えることとなった。政府はこの大会を戦争からの復興と国際社会への復帰を象徴する歴史的な機会と位置づけている。戦火によって傷ついた国土の復興は未だ道半ばではあるものの、日本国民の間には久々に明るい話題が広がった。一方で中国との戦争が残した傷跡は依然として大きく、一部の国々は政治的な理由から参加を見送っている。しかし多くの選手たちは政治的な対立を超え、平和の祭典を成功させるため東京へ集結した。世界が分断と対立に揺れる中、東京オリンピックは国境や思想を超えて人々を結びつけることができるのだろうか。その答えはこれから始まる17日間の競技の中で示されることになる。21世紀初頭、日本は長い停滞の中にあった。バブル崩壊の余波、少子高齢化、度重なる自然災害、政治的混乱、そして激変する国際情勢、かつて世界第2位の経済大国として君臨したこの国は未来への展望を見出せずにいた。しかし世界は日本の停滞を許さず、同時多発テロ、大震災、周辺諸国の軍拡競争、そして中華人民共和国との戦争、戦後最大の危機とも呼ばれる激動の時代の中で、日本は幾度となく重大な決断を迫られ、その道のりは決して平坦ではなく、多くの犠牲と困難を伴うものであった。それでも日本は歩みを止めず、戦争は終結し、国土の復興が進み、国際社会との協力関係も新たな段階へと移行した。戦時によって開催が危ぶまれた東京オリンピックも成功裏に幕を閉じ、日本は世界に対してその復活を印象づけることとなった。そして今日、戦時下の国家緊急権によって延期されていた衆議院議員総選挙がついに実施された。国民はそれぞれの思いを一票に託し、この国の未来を選択する。結果がどうであれ、日本という国家が危機を乗り越え、再び民意によって進むべき道を決められる場所までたどり着いたことに変わりはない。もちろん全ての課題が消えたわけではない。人口減少に中華民国との緊張も残されている。未だ完全な未来への展望を見通すことはできないが、それでも日本は栄光に向かって歩み続けていくだろう。そして日本は新たな時代への第一歩を踏み出した。というわけで全6回にわたって続いてきたオリオンミレニアムドーンの日本プレーはここまでなのだ。ここまで長かったようで思い返せば短かったですね。本当はもっと続けたかったけど、ゲームの方がクラッシュしまくる上を多くて時間の進みがだいぶ遅くなったので、ここで断念なのだ。そんなことがあったのですね。とまあ今回の動画はここまで。それじゃあバイバイなのだ。それじゃあ私もそろそろ宇宙に帰りますかね。それじゃあさようなら。